蕨歌、トーランセの発祥の地を巡る旅。歌詞と歴史を手がかりに、発祥の地を探す。最後に、すべてがひっくり返る物語が浮かび上がる。やってきたのは、神奈川県小田原市にある、JR 根府川駅です。JR 根府川駅の近くに、蕨歌、トーランセ発祥の地と言われる場所があります。トーランセ発祥の地は、時の鐘から時の鐘の動画でも出てきたよね。トーランセ発祥の地と言われる場所はいくつかあって、有名なのが川越説と、小田原説みたいです。今回の深掘り旅は、トーランセ発祥の地、小田原説を深掘りしてみます。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。始まってすぐだけど、ちょっと聞いてもいい？何ですか？どこかで見たような映像なんだけど。今回の動画は、JR 根府川駅の動画を撮影した時に、一緒に撮影した映像を使っています。JR 根府川駅の動画である事情と言っていたのは、この動画のことです。さらに言えば、ヤッチが担当している、東海道53次の宿場巡りシリーズとも関係しています。ああ、小田原宿だね。そうです。小田原宿の動画は概要欄にあるから、興味があったら見てください。トーランセ発祥の地、小田原説の舞台は、神奈川県小田原市です。小田原市は、大体赤丸のあたりにあります。今いるのは JR 根府川駅の近くです。JR 根府川駅は赤丸のところにあります。江戸時代に成立したとされてるトーランセ。そのトーランセ発祥の地、小田原説には、3つの説があります。今回は、その3つの説の場所に行って、トーランセ発祥の地、小田原説を考えてみようと思います。トーランセの重要な歌詞は、2つあると思っています。1つは、行きはよいよい、帰りは怖い。もう1つは、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ、です。1つ目は、行きは楽だけど、帰りは大変という意味です。何らかの理由で、行きと帰りで大変さが違うということですね。行きは下り坂で、帰りが上り坂とか？その可能性はありそうですね。根府川駅周辺は高低差が大きいので、帰りは上り坂で大変という意味なのかもしれません。でも、根府川説は、違う意味だと考えられています。もう一つの重要な歌詞では、天神様に向かう細道を通るということがわかります。この7つのお祝いに、お札を納めに参ります。なので、おそらく七五三に関係する何かということだと思います。お札をもらうならわかるけど、お札を納めるってどういうこと？調べたところ、神様へのお礼参りで、お札を返納するという情報がありました。他にも、天神様にお札を納める風習が各地に残ってるという情報もありました。お札を納めるというのは、不思議なことではなさそうです。すごい坂道だね。やっぱり、行きは下り坂で楽だけど、帰りは上り坂で大変ってことじゃないの？そんな気もしてきました。お、ここもなんか見たことがある。この映像も JR 根府川駅の動画に使ったものです。あの橋は、白糸川橋梁だったよね？そうです。あの白糸川橋梁は2代目で、初代は悲劇に見舞われてしまったという歴史があります。詳しくは JR 根府川駅の動画で深掘りしてるので、概要欄のリンクから見てくれると嬉しいです。下り坂も大変なので、行きはよいよいな気がしません。ここも JR 根府川駅の動画で。トーランセ小田原説の一つ、根府川説の場所に到着しました。根府川説は、根府川関所です。根府川関所跡は、赤丸のところにあります。赤線が根府川駅から歩いてきた道です。根府川関所は、熱海や伊豆に通じる根府川道にあった関所です。根府川道は、東海道の脇街道ということなので、箱根関所を避ける道でもあったんだと思います。根府川関所は白糸川の南側にあったとのことです。関東大震災前までは礎石もあって、当時の様子が伺えたそうです。でも、関東大震災で埋没して、その後の新幹線の工事等で川の形が変わり、
関所跡は川底になっています。もう一度、地図を見てみましょう。当時、根府川関所は白糸川の南側にありました。根府川関所跡が川底になってるので、以前は白糸川が今より北側を流れてたことになります。小田原方面から熱海方面に行く場合、白糸川を渡ったら根府川関所だったということですね。この根府川関所を通るのが大変だったから、行きはよいよい、帰りは怖いというのが、根府川説です。そうだとしたら、根府川関所は通る方向によって、通過のしやすさが違ったってことになるよね。そうなってしまうので、根府川説は違うような気がしています。根府川説が違う根拠として、天神様を祀る神社がないというのもあります。根府川関所跡周辺の地図を見てみましょう。赤丸のところに、寺山神社があります。寺山神社の御祭神は、竹見和地の御事です。竹見和地の御事は、出雲の国譲りで出てくる最強の武神ですが、天神様ではありません。天神様の神社ではなかったので、少ししか撮影しなくて、かなり後悔しています。天神様ではありませんが、根府川関所跡周辺には、釈迦堂もあります。釈迦堂入り口が通ってきた道にあったので、駅方面に戻って、釈迦堂にも行ってみます。途中を省略して、一気に釈迦堂付近に行きます。釈迦堂は、赤丸のところにあります。根府川関所跡から釈迦堂に行くとき、実際に通ったのが赤い線の道です。最短ルートが青い線ですが、釈迦堂手前の線が重なってるあたりで気づきました。釈迦堂は東蘭瀬発祥の地と関係ないので、軽く触れるだけにしておきます。釈迦堂も関東大震災の被害に遭い、地面より低くなってしまったそうです。令和6年、2024年の台風10号の影響なのか、この日は水没していて、お釈迦様を見ることができませんでした。東蘭瀬発祥の地の根府川説は違いそうなので、次の小田原説の場所に向かいます。東蘭瀬発祥の地、小田原説の2カ所目は、JR 神津駅の近くにあります。神津駅には、東海道線と御殿場線が通っています。JR 神津駅があるのは、赤丸のところです。根府川駅と同じく、海の近くにある駅です。神津駅を出て、少し南に行き、突き当たりを右に曲がります。マンションなどでほとんど遮られていますが、その向こう側に海が見えます。令和6年、2024年9月時点で、神津駅の改札は南側だけみたいなので、出口で迷うことはないと思います。今歩いてるこの道は、国道1号線で、旧東海道でもあります。この道をしばらく直進します。岡入口交差点を右に曲がります。交差点を渡ってから振り返って撮影した映像なので、わかりにくくなってしまっています。こっちが神津駅方面。岡入口交差点を曲がって、北に向かいます。古い地図で確認したところ、この道は昔からあったようです。旧東海道という江戸時代の大動脈から、東蘭瀬発祥の地かもしれない天神様に向かいます。今回は天神様が祀られてる神社があるんだね。そうです。ここは、天神様というところは、東蘭瀬の歌詞と同じになっています。でも、行きはよいよい、帰りは怖いはよくわかりません。そうなんだ。根府川説と違って、関所があったわけでもありませんし、目的の天神様までは平らな道です。東蘭瀬発祥の地、小田原説の2カ所目は、菅原神社です。菅原神社は、地図の赤丸のところにあります。赤い線が通ってきた道です。菅原神社は、その名の通り、菅原の道真を祀る神社です。天神様といえば、菅原の道真なので、この神社にお札を納めに来たというのが、菅原神社説です。菅原神社は、神奈川三天神に数えられるとのことなので、わらべ歌になるくらい有名な神社と考えることもできそうです。旧東海道から脇道に入って、少し行ったところにあるのも、それっぽい感じだよね。そうなんです。でも、
行きはよいよい、帰りは怖いがわかりません。ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃの後に、行きはよいよい、帰りは怖いが出てきます。ということは、旧東海道からここまでの道が、行きはよいよい、帰りは怖いということになります。菅原神社には、わらべ歌、東蘭瀬発祥の地の石碑があります。東蘭瀬の歌詞が書いてあるだけで、なぜ発祥の地と言われてるかは、書いてありません。帰りは怖いについて調べたところ、面白い情報が見つかりました。昔は今と違って、子供が亡くなることは、そこまで珍しいことではありませんでした。そこで、7歳までは神様の子と考え、亡くなっても、神様の元に帰ったと解釈されていたそうです。7歳になったら人間の子になり、神様の子ではなくなります。七五三は、この子を人間の子、私の子として認めてくださいと、神様にお願いする儀式だったそうです。これがどこまで本当のことかわかりません。でも、7歳になって初めて人として一人前扱いされてきたというのは、本当のようです。7歳になると、その子供は氏子として、氏神に認められるとのことです。7歳になるまでは、神様の子とされていたそうです。子供が7歳になって、人として認めてもらうために、天神様にお参りに行ったということなのかもしれません。行きは神様の子ですが、帰りは人間の子になっています。人間の子になった子供は、自分の力で生きていく必要があります。帰り道に、それを実感して怖くなっていく。それが行きはよいよい、帰りは怖いの意味という説もあるようです。その説が正しいとすると、どこの天神様でも東蘭瀬の歌詞に合うことになっちゃうね。そうなんですよね。ただ、東蘭瀬には、御用のないもの当社せぬという歌詞があります。ということは、何らかの通行許可が必要なところだったという可能性が出てきます。調べた範囲では、旧東海道から菅原神社までの道で、通行許可が必要だったという情報は見つかりませんでした。そうなると、この菅原神社説も違うような気がします。じゃあ、残りの1箇所が小田原説の本命なのかな？それでは、東蘭瀬発祥の地、小田原説の最後の場所に向かいましょう。お、ここはもしかして？旧東海道の小田原宿です。こっちが京都方面です。この先に見える早川口交差点は、小田原宿の動画にも出てきています。小田原宿があるのは、小田原駅の近くです。小田原駅は、赤丸のところにあります。小田原駅からスタートしない理由は、東海道53次の宿場巡りシリーズを考えれば、わかると思います。小田原宿の旧東海道を京都方面に向かって、早川口交差点の少し手前を右に曲がります。その先に、東蘭瀬発祥の地、小田原説の3カ所目の場所があります。天満宮って書いてあるね。そこが、3カ所目の場所です。旧東海道からすぐのところだから、行きはよいよい、帰りもよいよいって感じだよね。でも、帰りは人間の子という説が正しければ、天神様までの道は、関係ないことになります。この神社は、山角天神社で、御祭神は菅原道真です。山角天神社は、地元では天神さんと親しまれてるそうです。創建年代は不明ですが、古くからある神社のようです。ご神体の木造に永禄4年とあるそうなので、少なくとも永禄4年、1561年にはあったのかもしれません。この階段を登った先に神社があるので、行きは怖い、帰りはよいよいという感じになりそうです。山角天神社は、地図の赤丸のところにあります。山角天神社のすぐ南側にある幹線道路、国道1号線が旧東海道です。旧東海道からすぐの天神様に、お札を納めに行ったというのが、山角天神社説です。階段を登り切って、すぐ右側には、松尾芭蕉の区碑があります。そして、左側には、東蘭瀬の歌詞が刻まれた石碑があります。東蘭瀬発祥の地の根拠となる説明はありません。旧東海道のすぐ近くにある天神様というのが、東蘭瀬発祥の地の根拠ということなんだと思います。ただ、旧東海道からすぐの神社に行くのに、通行許可が必要というのは、少し考えにくいような気がします。ということは、ここも東蘭瀬発祥の地じゃない感じ？やっぱり、時の鐘から時の鐘の動画に出てきた、川越説が有力ってことなのかな？そんな気がしながら動画編集をしてたら、衝撃的な情報を見つけてしまいました。それは、天神信仰に関係するものです。現在、天神といえば、
菅原道真です。でも、本来、天神は天の神、つまり、天津神のことだったそうです。天津神は、高間ヶ原にいる神様のことです。菅原道真は、唐い天神と称され、雷神信仰と結びついたそうです。また、天満大自在天神の信号を賜ったとのことです。そこから、菅原道真への信仰を、天神信仰と呼ぶようになったようです。本来の天神は、雷神のことだったみたいです。天津神で雷神といえば、日本神話に詳しい方なら、ピンとくるかもしれません。なんか、強敵に襲われた記憶が。根府川説で出てきた寺山神社に戻ってみます。寺山神社の御祭神は、竹見和地の命でした。出雲の国譲りは、天津神が地上の神である国津神に対して、国を譲るように迫ったという話です。その時、地上を治めていたのが大国主の命です。詳細は省略しますが、使者として天津神が地上に送られます。その中の一柱が、竹見和地の命です。竹見和地の命は、天津神であり、雷神であるとされています。古くからの信仰が、東安世成立時のこの地に残ってたとしたら、寺山神社も、天神様と呼ばれてた可能性が出てきます。東安世が成立したとされる江戸時代に、寺山神社はあったの？寺山神社の創建年代は分かっていないようですが、江戸期には根府川村の鎮守として祀られてたそうです。古くは寺山権現と言われ、明治初年に寺山神社に改称されたとのことです。東安世が成立したのが江戸時代とされてるので、年代的にも、問題なさそうです。これで、通行許可が必要な天神様に行くという条件を、根府川説が満たすことができました。行きはよいよい、帰りは怖いわ、7歳から人間の子説があるので、問題ありません。東安世発祥の地、根府川説をまとめてみます。熱海方面から根府川関所を越えて、子供の7歳のお祝いで、天神様に行こうとした親子がいました。天神様は寺山神社で、この地域には、天津神のことを天神と呼ぶ古い信仰が残っていました。寺山神社の御祭神は、天津神で雷神の竹見和地の命だったので、天神様と呼ばれていました。根府川関所で止められますが、理由を言って通してもらうことができました。あるいは、お参り用の通行手形を持ってたのかもしれません。天神様に向かう途中は神様の子で安心ですが、帰りは人間の子なので、怖くなってきます。それを分かっていながら、氏神に氏子として認めてもらうために、天神様に向かいます。天神様にお札を納めて、人間の子として認めてもらえたら、家族や地域の人たちと助け合って生きていくことになります。そんな親子の物語が、東安世発祥の地、根府川説から浮かび上がってきます。天神様って呼ばれてたところは根拠がないけど、話としてちゃんと成立する感じがするね。動画撮影時は絶対に違うと思ってた根府川説が、最有力候補になるなんて驚きです。これだから、深掘りはやめられません。川越説も深掘りしてみたら、意外な事実が出てくるかもね。そうかもしれません。東安世発祥の地、川越説の動画を見たい方は、チャンネル登録をしてお待ちください。高評価もお願いします。ということで、今回の深掘り旅、東安世発祥の地、小田原説は終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。